ご視聴ありがとうございます。今回はいよいよ最終盤を迎える高架化工事の今に迫ります。工事を停滞させた大人の事情と、高架になった後も続く工事、途中に張られた伏線から見えてくる秘められた野望を解説します。線路の横にある土地の意味と、今週末の工事にも注目です。私が今乗っているのは東武アーバンパークラインの急行大宮行きです。この路線は千葉県の船橋と埼玉の大宮を結ぶ路線で、郊外の都市を経由するルートになっています。正式名称は東武野田線。昔から各駅停車のみの運転で、車両も他の路線からのお下がりと、東武線でも冷遇されていた路線でした。ところが13年に新型の6万系が導入されたあたりから風向きが変わります。この車両は実質的に野田線に初めて直接投入された新車であり、翌年にはアーバンパークラインの愛称が定められました。16年には急行、翌年には特急が新設され、利便性向上が進みました。当初急行の運転区間は大宮春日部間だけでしたが、今では全線に拡大しています。ただし路線の中間あたりの運河春日部間では急行も各駅に止まります。ここには単線区間が多く残っているため、1時間あたり6本ある普通列車のうち2本が運河と春日部で折り返し、1時間あたり2本ある急行が接続します。これらの話も今回の内容に関わってきますので覚えておいてください。次の梅里駅を出ると線路は高架線になります。この次が野田市駅です。東武野田線の名称の由来となった場所であり、アーバンパークラインで高架となっている数少ない駅です。線路は駅の手前で分岐し、巨大な施設に突撃です。ただし右に分岐する線路の表面は錆びついており、その奥にはテープがあり、奥には作業用の車両が止まっています。あちらには架線がまだなく、2つあるホームのうち右側が使われていないのがわかります。この駅では上下線の列車の行き違いができ、この列車は左の1番線に到着です。アーバンパークラインでは単線区間の駅でも線路は必ず2本以上あり、上下線の列車がすれ違いますが、この列車は対向列車を待たずに発車です。一旦この駅で列車を降ります。この奥でも隣のホームの線路につながっていますが、レールは錆びついており、やはり列車が入ることはありません。車内からの映像ではよく見えませんでしたが、駅全体としてはホーム2つ、線路4本の2面4線と呼ばれる構造で、左のホームのさらに向こうに列車を止め置く線路がもう1本あります。これはアーバンパークラインの駅の中ではかなり大規模なものです。この駅周辺の区間で進んでいる工事が長さ 2.9 キロに及ぶ立体化です。全区間が高架線になり、11カ所の踏切がなくなります。この区間で線路と交差する道路には大きなものが複数あり、渋滞が深刻でした。また、事業区間内にある愛宕、野田市両駅周辺では、中心市街地の道路が狭いなどの課題もありました。2005年に都市計画決定され、2008年には事業認可を取得。21年3月に対象区間が高架化されています。当初は2017年の完成を予定しており、隣の愛宕駅周辺では区画整理事業が行われ、仮線の用地確保も済んでいました。工事の遅れは予算執行の遅れが原因です。野田市内の高架化事業の費用は総額350億円余りが見込まれていたのに対し、実際に執行されたのは45億円程度にとどまっていました。そして事業範囲全体が収まる野田市は、2003年に他の自治体と合併しており、事業費を合併特例債で賄うことを検討していました。これは国が市町村合併を促進するために設けたもので、公共事業の費用のおよそ7割を国に肩代わりしてもらえます。合併特例債は合併の20年後までしか使えないので、工事が長引くと期限切れになります。そのため、2016年以降、野田市は国や県に予算の増額を強く求め、翌年以降は要求通りに予算が執行されるようになりました。工事も本格的に進むようになり、事業開始から14年目の21年3月に工事区間が高架になりました。一方、複線化された区間もあるアーバンパークラインの中でも、この区間は単線のままです。野田市駅では線路を高架に切り替えた後、地上の線路があった土地に残りの施設を作っているほか、野田市、
愛宕の領域で駅周辺の整備工事が進んでいます。高架化から2年半余り、まだまだ続く工事の様子をご紹介していきます。野田市駅では、もう一つのホームの構築が終盤です。床面や屋根は出来上がり、構造物で残っているのは、階段やエレベーターの表面の仕上げだけです。他には、非常停止ボタンや表示灯などの電気設備や、乗車位置目印やベンチなどの設置が残っているのみです。ホームの先には円盤が何個もあり、ワイヤーのようなものが巻きついています。その奥には架線を支える部材らしきものもあり、間もなく架線が張られるようにも見えます。改札階へ向かいます。改札への動線のうち、階段だけだった反対側に対し、こちら側はエスカレーターも完備。乗客もこちら側に集まります。地上に降りて左を見ると、駅前には綺麗なバスロータリーなどが整備されているように見えます。ただし、そうではありません。右側は仮線などを撤去してから作っていることもあり、まだ全面仮囲いで、改札への動線にも工事中の場所が目立ちます。色が似ているので分かりにくいですが、床面もこの辺りから仮の仕上げに変わり、歩くと結構足音が響きます。工事が続くのはこの階も同じで、照明は仮囲いに付けられたもので賄われ、天井の照明は器具もありません。改札はまだ先で、途中で資材の搬入に使われるらしい場所を横切ります。そして右に折れた先にあるのが、野田市駅唯一の改札です。この佇まいからもわかる通り、これは仮設のものです。この場所はホームの真下ではなく、結構ずれた場所にあり、駅事務室などはプレハブです。改札内にはエレベーターやエスカレーターがある一方、仮設の駅舎ということで、車椅子に対応したトイレがありません。一方、仮駅舎の左奥では、本設の駅舎の外装が出来上がっています。その前にあるロータリーは建設途中で、かつて奥に伸びていた道路の一部が今も残っています。もともとこの駅の駅舎は、今の仮駅舎の横あたりにあり、ロータリーも小さいものでした。高架化に合わせて区画整理を行い、駅の真横に大規模なロータリーを設け、利便性を高める計画です。工事はほぼ済んでおり、11月1日から利用が始まる予定です。一方、さっきから映っている駅舎、レンガだけでなく、格調高い感じのデザインが特徴です。これは、高架化の前まで残っていた2代目の駅舎に倣ったものです。そしてこちら側には、西口の表記が。高架橋の反対側にも同じようなデザインの外装があり、こちら側に東口ができるのでしょうか。一方、すぐそばに工場が建っていることもあり、バスロータリーなどは作れそうにありません。こうした工場は駅の周りに点在しており、よくある工場に見えますが、線路から離れるように折れ曲がっており、間に絶妙な空間があります。これが野田市駅、そしてアーバンパークラインと深く関わる設備の移行です。駅の周りにある工場は、醤油の国内シェアで3割近くを占めるトップメーカー、キッコーマンの工場です。野田は利根川と江戸川に挟まれており、利根川沿いでは大豆や小麦、江戸川の下流では塩の生産が盛んでした。そして水運が盛んだった当時、大消費地の江戸にアクセスできる利便性もあったため、ここは醤油作りに最適でした。そして1900年には、工場から江戸川のすぐ横まで、神社鉄道が敷設されました。レール同士の間隔、期間は762ミリで、途中に4カ所の行き違い設備がありました。1911年には、千葉県営鉄道の野田町柏間が開業。国鉄と同じ1067ミリの期間が採用されました。神社鉄道はトラックに変わられ、25年に廃止されたものの、工場内の引き込み線などは残っていました。また、1929年には路線が西に伸び、野田町駅が今の場所に移設された後も、旧駅が貨物駅として残り、85年に貨物営業が終了するまで活躍しました。貨物線の跡は今も残っており、先ほどの土地もかつての線路跡です。なお、市町村合併によって野田町が野田市になり、駅名が変わったのは1950年のことです。現在野田市駅には、キッコーマン物知り醤油館前の副名称があり、キッコーマンとのつながりは健在です。このような経緯から、ホーム2つ、線路3本の施設に加え、この駅には比較的大掛かりな設備がありました。当初は、愛宕寄りに保守用の線路を2本設ける計画でした。これは、
資材などを積み込むための設備ですが、その後、2駅隣の七高台駅にある車両基地から搬入できるようにしたことで、その機能は七高台駅に移されました。七高台駅への機能移転には6億円ほどの費用がかかりましたが、高架橋の新設取りやめで7億円近い費用を削減でき、トータル9000万円ほどのコスト削減になりました。愛宕駅へと向かいます。駅の手前のポイントは時速45キロ制限ですが、信号が時速25キロ制限のため、かなりゆっくりです。すべての列車が各駅に止まる上、こうした制約があるため、スピードアップには限度があります。野田市とは違い、この駅はホームと線路が2つずつのよくある構造です。野田市より規模は小さいですが、1日平均の乗降客数はこちらの方が多く、野田市の8500人に対し、愛宕は9300人ほどです。改札階に降ります。エスカレーターは1人分の幅しかなく、野田市よりもコンパクトです。隣のホームとその下を後から作っている野田市と違い、愛宕駅はこれ以上拡張されないため、コンコースも含めて駅自体はすでに出来上がっており、仮囲いはありません。一方、駅の外は違います。看板はテープで隠され、東口と西口へ伸びる動線は、どちらもまだ利用できません。駅の東側では、仮線があった土地を使って水路を作る工事が行われているため、改札からロータリーへは遠回りになります。西側でもロータリーの建設は途中で、これらの様子はコンコースやホームから観察できます。高架化から2年半が経ち、踏切による道路渋滞は解消されたものの、街づくりに関わる事業はまだまだ続きます。そして残っている工事は、これだけではありません。次の清水公園駅へ向かいます。高架化されたのは野田市と愛宕の2駅だけですが、次の清水公園のすぐ手前まで高架線が続きます。そして駅の手前には線路の一部が姿を現しており、砂利を収めた袋もあります。これが今週末に行われる線路切り替え工事の準備です。今週土曜の終電から日曜の始発まで清水公園駅の脇の線路が切り替えられ、23時半以降、七高台から野田市までの列車が運休になり、代行バスが運転されます。代行バスは途中の各駅に止まるものと、七高台と野田市を直で結ぶものがありますが、いずれも鉄道より時間がかかり、列車との接続も考慮されていません。また、この区間以外でも、時刻が変わる列車があるので注意が必要です。清水公園駅ではもともと、1番線が春日部方面、2番線と3番線が野田市方面となっており、3番線では柏方面に折り返す列車がありました。2007年、折り返し列車の廃止で3番線が使用停止になった後、2015年には2、3番線に機能が移りました。その後、21年に線路が高架化された時、高架線との位置関係の都合で、再び1、2番線に機能が戻されたのです。なお、2つのホームは見るからに作りが異なり、隣のホームの方がはるかに綺麗です。これは、先ほど触れた15年の機能移設に先立ち、あちらを改修したからです。現在、高架線に線路の位置を合わせるため、カーブがホームにかかっており、あちらのホームの端には、それに合わせた部材が追加されています。また、隣のホームでは逆に、ホームの一部が解体され、仮設のホームになっています。今週末の線路切り替えにより、改修されていないこのホームは使用停止になる予定です。この駅で折り返す列車もすでになくなり、今では線路2本で十分さばけます。3番線側のフェンスは仮設のもので、新たに使われる信号機も設置されています。そしてこれまでのカットには、さらなる計画もちらつきます。野田市駅を2面4線にするのは、将来的に運河春日部間でも急行運転を行い、ここで追い越しができるようにするためと見られています。それだけではありません。愛宕駅の前後にある高架橋は、こちらの線路を直線にできるようになっています。これらの場所は砂利を敷いた線路になっており、線路やポイントを簡単に移設できます。また、高架橋の構造は左右で異なり、将来的に複線にすることも視野にあるようです。これ以外にも複線分の土地が用意された区間があるほか、橋梁が複線分の幅で作られているところもあります。事前の告知も進む工事の後、さらなる変化に注目です。ご視聴ありがとうございました。